カブじいさん。はい、皆さんこんにちは。カブじいさんです。前回ね、じいさんが初めてスーパーカブに乗った時、それは一回バイクから降りて30年ちょっとですね。ずっとバイクに乗ってなかったんですけど、それからスーパーカブに初めて乗って、それまで封印されていた何かが一気にね解き放たれた感覚を持ちました。それはね、多分スーパーカブに初めて乗り始めてほんの数時間で、これだ、これが求めていたものだよってね、カブに乗って感じたんですよね。じいさんがこのなんて言うんでしょう、錆びかけていた五感が呼び覚まされたような、なんでしょう、平凡なじいさんの日常に何かスパイスが入ってきたような目覚め、なんかルンルンするような、ハミングするような気分、スキップしたくなるようなその感覚、このなんともね素晴らしいこの解き放たれた感覚、それがなんでなのかなっていうのをもう一回ね掘り下げて見てみようと思いました。はい、これ前回と同じシーンをまた使い回してて申し訳ないんですけど、30年ぶりにバイクに乗る、そのバイクがたまたまスーパーカブ C125 です。久しぶりでね、ちょっとバイクに乗ることにちょっと緊張もあってですね、このようにグローブもなしに乗り始めちゃってるわけのない、噛みました、乗り始めちゃってるわけなんですけどね。最初はねちょっと戸惑いがあるんですよね。なぜかっていうと、真ん中にタンクがないもんで、こう足を閉じたり開いたり閉じたり開いたりしてますよね。タンクを2グリップできないんで、なんかねちょっと足元、太ももの内側が寂しい感覚はありました。ちょっと違和感があったんですよね。ちょっとバイクとの一体感がちょっと持てない感じはありました。ただね、やっぱりスーパーカブは低重心で、ホイールサイズはスクーターよりも大きいんで乗りやすいっていうのもあってね、でエンジンもそんなねパワフルなものではないんで乗りやすい設計のバイクですので、すぐにね馴染めましたね。でもってこれは今何やってるかっていうと、カブ特有のこのロータリーミッションのね、シフトアップするかシフトダウンをねいろいろ試して体感してるとこですね。慣れてくるとこれの操作がまた面白くって、これクラッチがないって最初じいさんは勘違いしてたんですけど、実はクラッチをつなげる、切るっていうことがこのペダルでできるんですよね。完全に踏み込むとクラッチが切れるっていうのを分かりました。あと低速域では回転が低くなる前にシフトダウンしちゃうとすごいエンブレがかかるんで、要注意だっていうのも体感できましたね。はい、今グローブつけてね改めてスタートするとこです。はい、ここですね。信号が青と同時に全開でフル加速をしてみるシーンです。はい、一足全開ですね。振り絞って、2足、さらに全開で振り絞って、2足のトップでも60に達するんですね。で3足、スーパーカブですと、アクセルを全開にしてもそのたかが知れているパワー、力なんですね。それがちょうど身の丈に合ってるっていうか、手の内に収まってる。別の言い方をすると、日常の中でもその持てるパワーを目いっぱい、美味しいところを目いっぱい使って頻繁に楽しむことができる。それがまた一瞬じゃない、長い時間一般道の中でも使い切れる。そこが楽しくて、なんか開放感に結びついてるんじゃないかなって感じました。これがもしもっと大きい排気量のパワフルなバイクですと、全開で走れる時間っていうのは一般道だとほんの数秒だと思うんですよね。あっという間に100キロとか超えてしまいますんで、もう
下手すると死んじゃうような速度域に達しますんで、そこのバイクが持ってる美味しい部分を使い切って走るっていうのは難しいと思うんですけど、カブみたいな非力なバイクだとそれを目いっぱい使い切って美味しい部分を使い切ってこうなんて言うんでしょう、封印することなく走れるその楽しさっていうのが味わえるんじゃないかな。ちょっとうまく言えないんですけどね、はい、そうに感じた瞬間だったと思います。美味しいところをまるまる日常の走りの中で使い切れる、味わえる満足感というものがカブにはあるんだなって思いましたね。エンジンの持っている美味しい部分がそのサーキットとか高速道路とかそういうところへ行くんではなくて、日常の走りの中で街中の走り、近くのコンビニ行くとき、スーパーへ買い物に行くとき、通勤や通学の下道を普通に走っているときでもそのエンジンのパワーを封印することなく最大限に振り絞って乗ることができる。これってすごいストレスフリーな爽快な気分にさせてくれることだと思うんですよね。これ大きいバイクですと常に持てるパワーのほんの一部分を使うことになるので、とってもストレスフルだと思います。常に封印して走るわけですから。でもカブだとそれがないんですね。制限することなく使い切って走れる。それがとっても自由で開放感のあるストレスフリーな、なんとも解き放たれた感覚じゃないかなってじいさんは思いました。それともう一つ、カブだとこうやってちんたらとことこ走ってても気持ちいいんですよね。このエンジンの鼓動とこの短気筒がもたらす排気音、このトコトコ感がこうなんか心臓の鼓動とこうマッチしてのんびり走らせててもストレスがない、心地いい。ですので目いっぱいの全開走行からこのトコトコ走りの全領域で、要は日常生活の中でとっても気持ちよく走れるバイク、それがスーパーカブなのかなって思いましたね。本当によくできたバイクなんじゃないだろうかって思います。片道50キロ強のね距離を走って公園に来まして、おにぎりを食べるとこです。なんかねこうやってのどかなところでねおにぎり食べるのも美味しいですよね。カブそのものの本質とはちょっと関係ないとは思うんですけど、このスマートキーシステムっていうんですかね、これの取り扱いっていうのは、じいさんが昭和の人間なせいもあるんですけど、ちょっと馴染めなかったというか、取り扱いがどうも自然に扱えない、ちょっとね考えちゃうようなところもありましたね。これは慣れれば大したことではないんでしょうけど、昔ながらのキーを差し込んでアクセサリーオンスタート、こういうシンプルなものがいいんじゃないかななんてちょっと思ったりしました。はい。あとつくづく思うんですけど、スーパーカブの排気音、エキゾーストノートですかね、これがとっても心地よくて、これがそのエンジンのビートもそうですけど、排気音がなすこのリズム感っていうのがまたのんびり走るもよし、全開で走っても決してうるさいわけじゃない、そのボリューム感というか、本当にその辺もなんて言うんでしょうね、目いっぱい使っても周りに迷惑を与えてるなっていうプレッシャーを感じない適度なものに収まってる、その辺もやっぱスーパーカブを走らせていてストレスがない一つの要素じゃないかなって思ったりしますね。はい、今回はスーパーカブを生まれて初めてですね、この年寄りになってから乗ってみて封印されてたものが解き放たれるその開放感、素晴らしいものに巡り会えたような感覚、
満たされた感覚に乗ってですね、今家路についているところです。でもね、まだこの時はオンロードを走ってるだけなんですよね。でスーパーカブがこのバイクほんとすごいわって、そのカブが持っているポテンシャルを痛感するのはまだこの時じゃないんですね。この後カブ金に侵されてですね、どうしてももう一回カブに乗りたいって思いがふつふつと湧いてきて、スーパーカブの110をレンタルすることになります。でその時はオンロードだけじゃなくて、いろんなシチュエーションの道を走ってみるんですね。そこでスーパーカブが持ってるポテンシャルをとことん思い知らされます。これはすごいと。ただのビジネスバイクじゃないって、ただの新聞配達屋さんのバイクじゃない、ただお蕎麦を配達するだけのバイクじゃない、本当に世界のありとあらゆるところを走破できるような、そういうポテンシャルを秘めた素晴らしい小さいバイク、それがスーパーカブなんだっていうのを思い知る時が来ます。でももうこの時ね、すでにじいさんの頭の中にはカブ菌が生まれてですね、増殖を開始しちゃってるんですね。はい、カブ菌に侵され始めた初日ですね。カブでこうアクセル開けて疾走するその楽しさ、喜びに満たされながらバイク屋さんに戻ってきました。正直ホッとしましたね。前回も言いましたけど、一番ホッとしたのはじいさんにバイクを貸してちゃんと戻ってくるか心配だったであろうバイク屋さんであるのは言うまでもありません。今回は非力な株で心が解き放たれるに至ったその訳を掘り下げてみました。それではまた次回お会いしましょう。株じいさんでした。チャンネル登録といいねよろしく。